こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IoT 初心者のための情報を配信しています。今回は AB ボタンを利用するというタイトルでメイクコードのプログラミングを解説していきます。今回の動画内容はスイッチを使用したプログラムについて見ていきます。まずボタンを使用したプログラム。ボタンよりの入力を感知するブロック。これを応用し時間を測定するプログラムを作ります。まず稼働時間を表示するには、そして変数を使用してストップウォッチを作成するプログラムについても解説をしていきます。マイクロビットには2つのボタンスイッチがあります。左側がボタン A、右側がボタン B となっています。これらのスイッチはタクトスイッチと言われるものが使用されています。タクトスイッチはボタンが押された時オンになるように設定されています。手を離すとオフになります。メイクコードの中央のツールボックスより入力をクリックすると、このような形でいろいろなブロックが表示されます。ボタンより入力を感知するブロックは、この中のボタン A が押された時というブロックを使用します。このブロックの選択肢としては A、B そして A プラス B という選択肢があります。A プラス B は A ボタンと B ボタンが同時に押された時機能するものになってきます。このブロックの内側に文字を表示するなどのブロックを入れるとボタンが押されると文字が表示されます。それではボタンを作成するプログラムを作ってみましょう。新しいプロジェクトで、ここで、テスト07ぐらいしましょうか。そして、今回は入力のところですね。これを使っていきます。ここのボタン A、これを使っていきます。このボタンA のこのブロックはこう角くなってますよね。これ独自に働く形式的には最初だけとずっと同じ格好になってますよね。この中には入れることはできません。今回はこれとずっとこれを消してこれを使いましょう。そしてこの中に機能するブロックを入れていきます。これが同じ形状になってますよね。これで入れることができます。そしたら、これを A、B というような形で選ぶことができます。これをコピーして、こちらの方を B にしましょうか。B の方は、例えばチェックマーク。そして複製して、こちらの方ですね。AB というような形で、この角を表示するというような形で今プログラムを作りましたですね。これがちゃんと機能するかどうかシミュレーターの方で確認しましょう。そしたら A を押しますね。ハート B で、この AB ボタンのこのブロックを用意すると、ここの下の方にですね、A プラス B というのが出ます。これをシミュレーターの方ではこちらに押します。そうすると角ですね、が出ます。それで、実際のマイクロビットではですね、この A プラス B というのは A と B を両手で同時に押してやると A プラス B の場合のイベントが発生します。そして角が表示されるということになってきます。次に時間を測定するブロックについて説明します。ツールボックスのその他の部分を選ぶと、稼働時間ミリ秒、稼働時間マイクロ秒という2つのブロックがあります。用途に応じてこの2つの中から選び使用します。この稼働時間というのはマイクロビットの電源が入ってからの経過時間を取得します。取得される時間はミリ秒またはマイクロ秒となります。1ミリメートル秒は1000分の1秒、マイクロ秒は100万分の1秒にあたります。それでは稼働時間を表示するプログラムを作ってみましょう。
この中の B ボタンのものと、そして、AB ボタンのこのブロックを消去して、これだけ用いてやりましょう。そして A ボタンが押された時の中側も消します。そして入力の下のとこですね、その他、これを選びます。そうすると、ここに稼働時間、ミリ秒とマイクロ秒がありますので、これを使いましょう。これをクリックすると、こちらに、入ってきます。で、これを使うんですけども、これ今丸になってますので、ここが、形が違いますよね。そこで数値表示、数を表示するっていうブロックであれば、形が、だいたい同じなので、ここで合体することができます。で、これがA ボタンが押されると稼働時間が表示される。ミリ秒で表示されます。こうすると、8663とか、そういう形ですよね。こうプログラムをやり替えたときに、プログラムがリセットされますので、それからの時間ということになります。それでは強制的にリセットしてボタンを押してみましょう。リセットして1、2、3、はい、3、3、3、9ということで 3.3 秒ぐらいですね。というような形で時間が測れました。それではこの稼働時間を使用しストップウォッチを作ってみましょう。ストップウォッチを作るためには稼働時間を記憶させる変数というものを使っていきます。変数は数値や文字などを入れる入れ物と考えてください。ここにあるような箱を考えて、その中に例えば数値10を入れるっていうようなことですね。変数には名前をつけることができます。この場合 BOX1 などの任意の名前をつけてそれを利用することができます。下にある図はタイムラインに従ったストップウォッチの測定の概略を示しています。まず最初に A ボタンを押したときは変数 ST にその時点での稼働時間を入れます。そしてしばらくして B ボタンを押すと変数 ET にその時の稼働時間を入れます。そうすると ET から ST を引くことによってその間の経過時間を計算することができます。これから作るストップウォッチはこのような仕組みになっています。変数の作成について具体的に説明します。まずツールボックスの中から変数を選びます。そして変数を追加するをクリックします。そうすると右のようなダイアログボックスが出てきます。このテキストボックスに自分で任意の変数名を作成し OK ボタンを押すと変数が作成されます。次に変数の使用例について説明します。新たに変数が作成されるとここにあるような3つの変数ブロックが作成されます。まず最初にペスティを0にするっていうブロックは変数 ST に例を代入するという意味になります。次の変数 ST を1だけ増やすというのはもともとペスティの中に入っているものに1を加えるという意味ですね。そして最後のバリアブルスの ST というブロックは変数を参照するときに使うブロックです。右のプログラムで具体的に見ていきますと、まず最初に変数 ST を2にするっていうのはST という変数に2を代入するという意味になります。次の ST を1だけ増やすっていうのは今 ST の内容が2ですので2プラス1ということで、結果は ST の中は3という数値が入っていることになります。それではストップウォッチ、プロジェクトを作っていくことにします。まず変数を定義します。ここで変数を追加をして、ここで st という変数を定義します。もう一つ、et という変数を定義しておきましょう。それを使ってですね、この2つの変数を使って、いきます。で、まずは、A ボタンを押したときですね。A ボタンを押したとき、
そして、B ボタンを押したとき、で、A ボタンを押したとき、スタート時間を記録させます。まずは、変数、ですね。何々するっていう変数を用意して、ここで st。で、この中に稼働時間、その他のところに稼働時間がありますので、ミリ秒ですね。これを入れます。そして B ボタンが押された時も同じような形で、ET を押すと、この時間が入るっていうことですね。あとは、この時間 ET から ST を引くことによって、経過時間を表示することができますね。そしたら、数を表示で、あとは計算ですね。引き算をします。ここで引き算をします。そして ET、そして、コピーして、ここに入れて、ここで ST。今、B を押した時の時間から ST を引くことによって、経過時間を求めることができます。それではここでやってみましょうか。まず A ボタンを押します。1、2、3。そうすると3、7、4、6っていうような形で、経過時間をミリ秒単位で測定することができるんですね。それで今はミリ秒ですので、1000で割ってやれば秒になりますよね。なら、計算としては割り算を用いますね。割り算を用いる。そしてこれを入れてやって、ここが1000で割ってやれば秒になってきますね。はい。それではもう一度やってみましょう。これを押して、1、2、3、2.9、1というような形で、簡易型のストップウォッチができました。今回はスイッチを使用したプログラムについて解説しました。マイクロビットには A ボタン B ボタンという2つのスイッチ式のボタンがあります。これの使い方について説明しました。またこのスイッチを応用例としてストップウォッチを作成しました。以上で今回の動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。